よろしくお願いします。お願いします。もう何から聞いていいの？本当そうなりますよね。いやもう先にちょっとお礼をお願いします。はい、今回時間作っていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそわざわざ来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいね。はい。すごいです。いや、僕ちょっとこういうチャンネルやらせていただいていろんな方見てますけど、僕今までで一番じゃない、その入ってる量の凄さ、正直隙間が見当たらないです。いろいろちょっと焦ってます僕。いろいろちょっと聞きたいことがいっぱいあるんですけど、これだけ入ってる方に聞くのもあれかもしれないですけど、初めてのタトゥー入れ墨っていうのはどこなんですか？これですね。これですか？キューピですね。ここからスタートして、どんどん広がってたんですか？そうですね。もうタトゥー大好きってことですか？そうですね。きっかけは何だったんですか？一番最初入れようと思った。子供の頃やっぱり銭湯なんかで彫り物してる人を見て憧れたっていうのがありますね。綺麗だなとか。あと工事なんかで働いてると、中には背中に入れてる人がアンダーシャツランニング一枚だからやっぱり見えちゃうんですよね。でそういうのを見てやっぱりすごいなと思ったことがやっぱりきっかけじゃないかなと思いますね。でちょっとずつそういうので増えていって、いつぐらいからその顔とかにこう入れ始めたんですか？これはもう40代半ばぐらいですかね。痛いですか、顔って？この辺は意外と痛くないですよね。説得力がないじゃないですか。こめかみの方とか来るとちょっと痛いですよね。頭の左の方とか生え際とか、この方のあたりは、あと目の周りと鼻は痛いですね。なんか見た感じ花が多いんですけど、それなんか理由があるんですか？そうですね、やっぱり反社会的な人だと思われないように、そういう人だとやっぱり花とかなんか入れてると舐められるっていうことありますよね。だからそういう人たちはあんまり可愛いものは入れないと思うんですよ。なるほど。あえて反社の人と思われないようにと。どうせ入れるのであれば、なんかこう勘違いされないように、その入れ墨がシンプルに好きだから、こう入れたいけど悪い人じゃないよっていうのが分かるように、こう鼻とかを。そうですね。これが般若とかドクロとか入れたら、それこそあいつやばいって思われますからね。何年ぐらい前からこの入れ墨とかっていうのを入れてるんですかね？24歳の時が初めてですね。24歳、何年前ぐらいになるんですか？もう40年前になります。40年前。じゃあ60。もうなく64になりますね。40年も前っていうと確かにそうかもしれないですね。その入れ墨イコールちょっと怖い方っていうイメージが今よりもさらにある時なのかもしれないですね。そうですね。今のようなファッションタトゥーという概念はなかった頃ですからね。すごいな、この量は。お仕事とかってその入れ墨入ってる方でもその隠しながらその働いてる方って結構多いと思うんですけど、ここまで入ってるとそのどういうお仕事をされてるんですか？今は、家のリペアなんかをやってる会社で事務をやってるんですよね。じゃあもうその会社の皆さんはその入れ墨のことを、理解していただいて、社長は昔からの知り合いだったんで、承知の上で、バイトだけども来てくださいって言われて。そうなんですか。
その働いてる時はもうそのままの状態なんですか？そうですね。最初は隠した方がいいですかって言ったけど、まあ隠さなくてもいいっていうふうに言われた。じゃあもう社長さんだけではなくその周りの方ももう認めていただいてるっていう感じなんですね。優しい。すごいですね。ちょっと手のひら見せていただいてもいいですか？すごくないですか？ドラゴンボールも好きなんですか？ピッコロです。ピッコロが好きなんですか？まあドラゴンボールはやっぱり鳥山記者さんが愛知県の人っていうこともありますしね。地元の人ですし。なるほど。その中でキャラクターで一番好きなキャラクターがピッコロ。ピッコロが一番、まあピッコロも好きですけどね。あとベジータとかトランクスとか。ああ、なるほど。はい、それを手のひらに。すごいな。すごくないですか？和彫りも入ったり、洋彫りも入ったりなんですか？和彫り、背中は和彫りですね。うわ、すげえ。二重彫りじゃないですか？そうですね。途中で入れたんですか？その、後ろのこれは白いところがまだ残ってたんで、そこにボタンを二重彫りしました。すごい、初めて見る。タトの入った天領っていうのも珍しいと思うんですよ。そうですよね。すごい。あと胸の位置にホワイトタトゥーが。本当だ。これ線で残ってるわけではなくて白のインクで入れてってるんですか？そうですね。黒の地に白で。1回で色は乗りましたか？1回ですね。なんて書いてあるんですか？これですか。No regret in my life。はい。我が人生に一片の悔いなしですね。もうラオウじゃないですか。やっぱりじゃあ漫画お好きですね。ちなみにこんだけ入ってて一番痛かったとこはどこなんですか？手のひらとか指の先は痛いですね。なるほど。やっぱ敏感になるもん。そうですね。物を掴むもんで、それだけ神経がやっぱり鋭敏なんだと思いますね。今ちなみにパンツ履かれてるんですけど、ここの部分っていうのはどのぐらいまで入ってるんですか？もう全部入ってます。陰部の上とかも入ってるんですか？はい。それこそなんていうんですか？物にも入ってます。マジっすか？マジっすかって言っちゃった。それってどういう状態で彫るんですか？一応こうなった段階で彫るんですか？それともこういう状態で？やっぱり彫ると痛みがあるんで、だからそれ引っ張ってる。いや、指先より敏感じゃないですか。そっちの方がいい。意外とでも先の部分以外は意外と痛くないですよ。先の部分は痛いですけどね。先はそれ以外だと指先や手のひらの方が痛かったです。自分の感覚では。先も入ってるんですか？はい。先も入ってる。めちゃくちゃ痛いです。要するに丸々入ってるってことですね。すごすぎる。想像ができないですね。ちなみにその先には何が？ヘビです。すげえマジ。すごいですよ本当。ヘビが大きくなったりちっちゃくなったりするんですね。すげえ。そうですよね。しながら。何いきなりうまいこと言ってるんですか？足の裏はさすがに入ってるんだ。足の裏はやっぱ色出ちゃいますね。そうですね。色は飛んじゃいますね。日本では一流の堀内さんに彫ってもらったんですけど、やっぱり抜けてしまいます。やっぱりこの運動するシワとかでやっぱ飛んじゃうものですね。吸ったりとか。皮膚自体、皮自体は厚いですからね。なるほど。このピッコロはもうバッチリ入ってるんですけど、同じ人が彫ったんですけど、やっぱり足の裏はちょっと入りにくいですね。こっちはこんな感じで。桜ですか？はい。本当だ。一応抜けにくいとこだけにしたんですよね。こっちの方がもう完全に抜けちゃうんで。これでもこの辺ピンク色が入ってたのが抜けちゃいましたもんね。これもともと入ってたんですか？ピンク色でした。すごい。すごいな。足の裏ともう目とかしかも、あと唇とかしかも、
口入れてないですね。そうですね。口の中とかは入ってないです。やってないです。本当に開いてないですね。今白目に入れるアイボールタトゥーっていうのがアメリカの中であるんですよね、あれはやっぱり怖いですね。あれはさすがに一つ間違えると失明する可能性もないと思うんですから、なんか YouTube かなんかで見たことある。その白いところが真っ黒になってたり。そうですね。そういうやつですね。いろいろな色に白目を染めるんですよね。いや、すごいな。すごいです。やっぱ顔は最後の方なんですよね。その体から埋めてて、顔はもう顔と頭は最後ですね。なんで顔行こうと思ったんですか。まあここまでいったら重要なもう行っちゃうかみたいな。ここまで来たら行っちゃうかみたいな、そういうノリなんですか。ノリがすごい。ノリがすごいね。ノリがすごいです本当に。僕行っちゃうかと。でもあんまりこう入れまくってるし、あんまり怖い風に見られたくないから鼻いっとくかみたいな。そういう感じですね。怖いもんじゃねえから鼻入れとけば、顔埋めちゃっても大丈夫やろみたいな。鼻入れとけばトントンになります。トントンなるか。でも実際こういうチャンネルやってて。タトゥー入れてる人はかっこいいとか芸術だっていうコメントもあるんですけど、やっぱり理解もできない方とかもやっぱりいるんですよね。いいと思いますね。はい。でもそういうこれを実際タトゥー入れてない方とかが見てどう思うかはもう本当に人それぞれなんですけど、中には本当にこう追求してタトゥーが好きでここまでこだわって。ここまで好きで顔中にまでやっぱ入れてるっていう方が日本にいるっていう。だって日本1位じゃないですか。ご自分より俺より入ってんなみたいな人出会ったことありますか。ちょっとわかんないですね。今後も増やしていこうとは思ってるんですか。本当に掘るとこがないっていうのは確かにありますからね。はい。もしやるとしたらこういう黒いところに掘り足すってことで、だから面積としては増えないですよね。でもそういう形で今後も増やしていきたいなとは。それはあるかもしれないですね。はい。総額これいくらぐらいかかってるんですか。これよく言われるんですけど、途中から数えるのやめてしまったんで、何言ってるかわかんないですよ。数えてたとこまでは思い出せますか。200万ぐらいですか。その段階はもう顔とかはまだ入ってない。ロデの方とか、あとかですね。なるほど。衝撃を受けたんじゃないですか今日。衝撃だよ。だってここまで入れてる方は初めてでやったもん。そうですよね。伊代君もすごい量だったけど。そうですよ。しかもめちゃめちゃカラフルで。でもおかげで我々やっぱりあんまり色はないですね。確かに。アメリカンタトゥーなんかだと本当にカラフルなんですけどね。何十色ってあるんですけど。すごいですね。すごいね。なんかこう自分の人生みたいな感じですか。そうですね。もう40になってきて。40年。これからも続けて。そうですね。またさらに10年後にお会いしたいですね。それまで生きていられればいいですね。本当は長生きしてます。よろしくお願いします。本当に。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。これ何？それはご自身が書いた小説です。小説書いてるんですか？はい。小説書いてます。小説家なんですか？一応は。売れない小説家です。すげえ。これ全部出されてるんです。そうですね。へえ。これどういった内容のものなんですか？そうですね。この幻影シリーズはタトゥーを入れた女性が大活躍、探偵役として活躍する。心霊ミステリーっていうんですか？心霊ミステリー。推理小説というよりもいろいろな霊なんかが関係して、その霊に対して主人公たちが立ち向かうというような。一般の推理小説
推理小説の形はしてるんですけど、ちょっと一般の推理小説とは違いますので、やっぱり推理小説っていうかトリックとかなんかでやっぱり今の既存の作家の方にはもう全く太刀打ちできませんので、ちょっと新しい視点でこうかなと思いました。まずその一般の方々がこうやっぱ入れ墨とかタトゥーってやっぱ好きな方もいれば反対の方もやっぱいるジャンルじゃないですか。だからこそ美しいとも言われてるジャンルなんだと思うんですけど、そこの業界でかなりこう振り切ってここまで全身入れた方の小説ってちょっと普通の人が書く小説とは違う感じしそうだよね。確かにちょっと興味あるよね。主人公がタトゥー入れてるってなかなかないですよね。確かに